ただいま紹介に預かりました佐藤です。日光の建造物装飾漆塗り彩色にしたんですけども、彩色は超有名で次になると思うんですけど、金工の方もメジャーな仕事なんですけども、漆塗りだけは超マイナーな仕事に入るんですよ。でそういう中でも令和4年に選定保存技術に選定してもらって個人としては初めてなんですけども選定してもらって、少しはメジャーらしくなってきたのかなということを感じております。元来職人なので見て覚えろの口の一つなので喋りはあまりうまくないんですけども、そのような形で聞いてもらえればいいかと思います。でそれでは時間も時間なので早速始めさせてもらいます。はい。初めにですけども、日光というのは今から1250年ぐらい前に正道上人によって男体山に登頂して霊力をもらって、今の山内にいおりを建てたりして始まったのが日光の始まりなんですけども、その中で古いのが輪王寺と二川山神社が、約1250年ぐらいになって、建物としてはそれ江戸時代のものですけども、それから400年経った1617年に、家康公が亡くなって遺言で日光に祀るようになってから、東照宮ができて東照社ができて、それが東照宮になって、今の聖地に変わってきてます。江戸時代特にあるんですけども、自分たちの先祖の偉業を称えるために神社とか霊廟を作るのがどんどん増えてくるんですけども、その先駆けとして、日光に家康公の御霊を祀って、特に家光が家康のために偉業を称えるこの社殿ができてきました。で、これは官営の建物です。で、元和2年に1616年に家康公が亡くなった時に二代将軍の秀忠公が今の山内に1617年に初めて東照社を建てるんですけれども、それから寛永13年に家光公が建て直すまでの間に描かれたこれが絵だと思われるんですよね。ここの三神湖とこの本地堂が、三神湖は今あるんですけど本地堂は今ここにあるので、それ以前のものなのでおそらく元和の様子はこんなものだったかなという感じがあります。あとここにあるのが今で言えば陽明門がそこにあたります。で、あれこれ元和の時の建物は中井正清が建てまして、最初遺言で久能山の東照宮を建てている最中に、一周忌に日光に祀らなくちゃならないっていうので、それを中断して、元和2年の11月から日光に来て、これだけの本社本堂回廊楼門仮殿、あと極空省とかそういうのを作っています。
で、これから説明しますけども、家光公によってこれ全部取り壊して建て替えたので、これは残ってないんですけども、一応、7万人以上の人間をかけて作ったっていうから、そこそこそれなりの大きな建物だったと思います。で、それが、どんな塗り、今のような漆塗りだったかどうかっていうのはもちろんわからないんですけども、その中井正清の、記録嘆き文書ってあるんですけども、そのものを読んでみると炭塗りというのがありまして、塩炭っていう鉛で作った顔料をにかわで溶いてで塗ったようなことを書いてあるのがここで分かります。その他に元和の家光が建てる前の塗りがちょっと分かっているところがありますので、それを紹介します。これが元和5年に建てられた、中陣庫の建物で、これ上陣庫って失礼しましたが、これ上陣庫で、上陣庫は年代がはっきりはしてないんですけども、さっきの絵にもあったように寛永13年前にもう建ててあったので、おそらく、秀忠公が最初にお参りしたという記録が元和8年にありますので、元和の建物として、この建物が建てられて、その時の塗りが、土朱塗りというこの塗りの痕跡が今資料で、回しますので見てください。土朱塗りっていうのはですね、これは青森県の赤根沢にある、土朱って土の朱って書いて顔料の原石なんですけども、この原石を砕いて、粉にして塗ったものが先ほどの写真になります。まだベンガラとかできない頃は本朱かもしくはこの土朱ぐらいしか赤い顔料なかったので、本朱があまり取れない時期にはこの土朱が一般化されていたようです。その後に、ベンガラっていうのが出てくるんですけれども、これが元禄頃になるとベンガラっていうのが出てきて、時流鉄鋼で砕いて、漆に混ぜて塗るとこんな塗膜になるんですけども、このベンガラができるまでは先ほど言ってた土朱塗りの塗料しかありませんでした。でちょっと遡るんですけれども、3年ぐらい遡るんですけれども、日光で一番古い建物が元和の建物は10棟ぐらいあって、その中でもはっきりと年号が書いて分かっているのはこれが中陣庫で、これは元和5年に、鈴木長次が建てたっていう記録、村木に牧所があるので、堀牧所があるので、これは確定していることではあるんですけども、それのあぜ木っていう木があるんですが、その下にこういう塗りがあって、炭塗りと緑青塗りがあります。でさっき、中井正清の記録にある炭塗りというのがこのような塗りがあったようですね。これが残ってるので、
記録通りの塗りだったと思われるんですけども、元和5年の建物を、家光はこのままリフォームして現在の建物になっています。で同じくですね、元和5年の建物で、鈴木長次が作ったその建物が二良山神社っていう、日光で古い神社の一つなんですけども、そこの本社がやっぱり、元和5年に建てられて、今回の修理で単塗りがあるのを確認しました。でその他に、この辺の建物の塗膜を全部調べたら、全体に一番下に、単塗りがあったので、やっぱり元和の塗装というのはこんな、元和5年だとこのような塗装で、元和8年、3年後になると土塗りがそこに出てきたりして変わってきています。で日光の修理ではね、どれぐらいやってきたかということなんですけども、元和3年に創建して、それを20年後の寛永13年1636年に、伊勢神宮なんかでも今でもやってると思うんですけども、20年に1回新しく建て直して遷宮するっていう儀式に基づいて、家光公が全部取り壊して、それで建て直して見ている建物が現在の日光の東照宮にあります。で、その家光公は、隣の太夫院のところに最終的に祀られてるんですけども、修理も、昭和25年の修理まで入れて大体19回ぐらいやってるので、それぐらいの、塗膜が残っていればいいなと修理の時は思ってはいたんですけど、後で出てきますけども、それがやっぱり残ってましたので、それと、20年に1回って、今説明しましたけども、必ずしも20年に1回じゃなくて、例えば地震で被害があったとか、あとは、将軍が参拝に来るっていう時は20年経たなくても塗り替えて新しい、きれいな形にしてお参りをする。あとは各恩期ごとにきれいに修理してお祭りするということをやっていました。最初のこれは嫁も水洗いした時の状況なんですけども、嫁もなどは白く塗ってるところを洗うと、白木がこんなふうに見えてきて、このちょっと色染めてるところも残ってたりします。で、こういう状態、もともとこんな状態なんですけども、今見る完成の簡易の塗装っていうのは、こんなふうに、塗り替えるとこういうふうに見えるようになってきます。で、東照宮だけを例にとって説明しますと、この白いところがさっき1個前で見た洗い落とすと白生地が出てくると思うんですけども、もともとこういうところが白生地で、あとは黒漆を塗ってそこに極彩色をして飾り金具をつけた豪華なものが東照宮の本殿周りになります。それで、東照宮の中で重要な建物っていうと、まず重要な部材の軸部なんかはこんなふうに白木で、
これを、寛永の時は寛永13年の時1636年の時は、酢と酒と油で唐木風に染めたっていう記録が残ってます。実際やってみたけど唐木風にはならないけども、なんとなく色がつくなっていうことは確認はしています。で、こういう白木のところに、これ弱みもなんですけども、今屋根が銅板になってますけども、もともとは銅板のところが檜皮葺きで、重要な建物って、本殿周りなんで陽明門から奥の方が重要なんですけども、こういう重要な建物は屋根が、檜皮葺きで、柱周りが唐木染めで黒漆を塗って、そこに金箔をして国彩色をして飾り金具をつけた建物が最も重要な建物になります。だから東照宮見学行った時に建物の色見て、これが重要な建物なんだと、これはそこそこなんだなっていうのを見ながら見るとまた変わって見えるかとは思うんですけども、で最重要な建物の次に重要な建物が、この黒を主体とした建物です。全体が黒く塗ってあって、そこに彩色をして、飾り金具をつけて、塗ってる建物が重要な建物になります。これは神輿舎っていうおみこしを入れるところですけども、でこの時はもうこのところ建物は銅板葺きです。これは寛永の時から銅板葺きに、なっています。で、その次に、重要な建物はどんな塗りをしているかっていうと、朱色で塗った建物が、重要な建物になります。で、先ほど土朱、赤い顔料としては土朱塗りだって話したと思うんですけども、元禄ぐらいになると人工的に朱が作れるようになるんですよね。それまでは新車っていう天然の朱しかできなかったので、それは貴重で、あまりこういう建物全体に塗るってことはなかなかできなかったんですけども、人工的に作れるようになったので、その黒で塗ってる建物の次に重要なのは朱塗りになってます。で、東照宮で言えば上人口、中人口、下人口と、あと本地堂なんかが朱を中心にして塗ってます。でそれの次に重要だなっていう建物は、このベンガラ色で塗ってる建物がその絵になります。でベンガラも元禄ぐらいになると日本で作れるようになって、これが建物に塗るようになるんですよね。でこのベンガラができる前は土朱塗りしかなかったし、ただベンガラも土朱も分析すると酸化鉄なんですよ。そうすると古い、例えば縄文時代の赤い塗りが出てきた時は分析すると酸化鉄なのでベンガラという表現しますけども、まだ縄文時代はこのベンガラじゃなくて土朱が縄文時代も使ってたらしくて、赤く塗ってる、一般的に言われてるベンガラ塗りっていうのは縄文時代だと土朱で、江戸時代の初めまではずっと土朱でした。でこれらの建物が、それなりに重要だっていう建物の色になります。でこのようななんていうの、建物の仕事を、1636年に、江戸で全部刻んで、日光まで運ぶんですよ。で日光まで運んで、
日光で建てられた期間が1年5ヶ月と言われてるんですよ。で55棟の建物を1年5ヶ月で建てるのは、至難の業だなって話はしてたんですけども、よくよく記録を読むと江戸でもう刻んだものに漆を塗って彩色をして、でそれを日光まで陸路で運んで、日光で組み立てたので、組み立てる時間が1年半5ヶ月っていうことで、今と同じようなやり方で工事を済ませているようです。そうするとやっぱりそれぐらいの時間でもできるのかなって。もう、別の記録を見ると元和元年13年にこう経つんですけども、元和元年の時にはもう日光街道から12キロ四方4里四方っていうかねのところにどんな人間が何人住んでて、で牛が何頭いて馬が何頭いてみたいなのを全部調べて、それで江戸から塗ったものを運んできて、それで組み立てるっていう、その本殿だけの運送費がなんていうの、人足に払ったお金が今の計算で8億9,000万ぐらいかかってるんですよ。でそれぐらいの、人数、それ以上なんですよ。55棟もあるので、それを江戸幕府が自分のお金で幕府のお金でつぎ込んで日光まで持ってきて建てたっていうのが現在の建物で、よく観光客の話聞いてると、いやこれ大名が大変だったよなって散々絞られたんだろうなと思うけども、どうもそうでもなくて、家光がある金全部使ってっていうか、自分っていうのを持ってる金を使って日光まで運んだ。でこの本殿だけでも8億もかかる金を運んでる人がもらえるわけじゃないですか。で江戸時代現金収入のない時にこんな金がねもらえたら、いや江戸幕府ってなんてすごいんだろうと思ったんじゃないかと勝手な想像しますけどもね。で、こういう、今ちょっとデータっていうかサンプル回してると思うんですけども、その組み立てられた証拠っていうのがこの黒いところまで全部この形で塗ってきて、で組み立ててこの朱のところだけ組み立てた後を塗ってるんですよね。でこれが江戸で塗ってきたっていう証拠で、この裏にこれを受け取った人の名前書いてあるんですよ。それは生産書に書いてある名前と一緒なので、寛永13年の時こんな感じで工事やったんだなっていうのが分かる記録がこの中にあります。今、上社務所の古いサンプルっていうか資料を回してるので、それも見てもらえば分かると思いますけども。でその先記録上で、20回ほど修理してるって言ったと思うんですよ。で、本当なのかなって半信半疑の人いると思うんですけども、これが本殿、今回修理したところの本殿の修理で、これは現地についてる部材なので今回持ってこれなかったんで、別のやつ今回してますので、それを見ながら本当だなっていうのも分かってもらえるかなと思うんですけども、ここで、ここさっき19、昭和の上塗りまで入れると20階なんですけども、これ20階ってあるんで、その通りに大体記録的にありましたので、まず記録と間違いなくやってるなっていう感じはここでするのと、もう一つこの中で一番丈夫で綺麗に塗ってるなんていうの塗りっていうのは、この一番最初の簡易の塗りが一番
綺麗で丈夫なんですよ。でなんでかなって、昔の人は腕が良かったからって言えばそれまでなんですけども、その中で、なんでこれがいいのかなっていうと、やっぱり江戸で工房で作ってたので、やっぱり乾燥時間も十分取れたし時間も取れたので、よく乾燥した上に次の仕事を工程を踏めということがあったのと、ある程度一定の条件でできたことがあって、おそらくいい状態で残ってるんだと思うんです。で、この場所があんまり環境のいい場所じゃないので、ちょっと梅雨時なんかは雨でなんか湿気が溜まったらなかなか脱げないというような場所なので、その時におそらく今と同じような時に塗ったなっていうところがあまり密着性が良くないんです。で、環境が悪いところで塗ったものはそれほど良くなくて、環境のいいところで塗ったのが一番いい漆になってるっていうのがこの塗膜を見ると分かります。でこのように、塗ってきた建物を、1950年昭和25年なんですけども、その時に、文化財保護法ができるのが一つと、もう一つ昭和24年に今市地震っていう結構大きい地震があって、川の片方にある山がなくなって、片方山のなかった方のところに山ができたっていうぐらい、それぐらい大きい地震があったらしいんで、建物自体は何のなんて影響もなかったんですけども、それを機に修理を始めまして、その時に塗った建物がこの東照宮の表門になるんですけども、この時に、もうこれ70年過ぎてるんですけども、今でもきれいな状態で残ってて、この時に塗った漆が日本産 100% で、溶剤も使わないで塗ったのがこれだっていうことで、今やっぱりこの状態にしたいっていうことで日本産 100% を使いながら今でも修理やってるんですけども、それをしながら、漆はしっかり残ってるんですが、彩色の部分がちょっと剥がれたりして、ここ一回修理したんですけども、やっぱりにかわと漆の差がそこに出ていたようです。で、次にさっき東照宮の話の中で、重要な建物は黒白木唐木染めにしたやつに黒塗って、それで彩色して金がつけたのが豪華な本当のなんていうの重要な建物だって言ったんですけども、その重要な建物を建てた家光公が亡くなった時にそばに祀って小さくっていうか東照宮より豪華にならないように建ててくれって言った建物がこの太夫院っていう建物で、家光公の場合は、金箔本殿周りの重要なところは金箔押しで仕上げて、そこに、さらに、絵の具で彩色をして飾り金具をつけてっていうふうにして、豪華な建物に建ててあるんですけども、その次に太夫院でその次に重要な建物っていうと、春景塗りっていう漆器の春景と違うんですけども、木目を生かした塗りがあって、春景塗りが最も重要で、最もじゃない本殿周りの次に重要で、今は紅金に変わってるんですけども、木目が見える状態が重要な建物で、その次に重要な、それなりの建物がやっぱり、紅柄塗りになっています。で、
これらの塗りをどのようにするかっていうと、これが漆塗りの工程なんですけども、今38工程あるんですけど、ここに、最近、あまり古い塗膜を落として生地まで出して、このテータをもう生地まで出して塗るようにしてるんですけども、ここまで落とさない方が、先ほど見た70年前に修理した表門が70年経っても丈夫なものの一つに、最後の漆塗りもあるんですけども、古い塗膜を残した方が丈夫だっていうのは分かって最近来てるので、できるだけ落とさないようにしてるんで、落とさない代わりに細かいニューっていう割れがあるんですけども、想像してもらうと、焼き物で細かい割れの入ってる貫入っていう焼き物があると思うんですけども、ああいうふうな筋みたいな割れが入るのを漆ではニューっていうんですけども、それを抑えるために、この11の後から汁っていう綿、国葬綿を中心にやる工程があるんです。この工程を1回増やすと、汁引きとカラトニットが増えるので、この38工程が40工程になっているのが今の現状です。で、何が違うかっていうと、これ本直しっていうテータなんですけども、本直しっていうのは全面に麻布を着せるやつが本直しです。で、中直しっていうのはこの筋布を着せるのが中直しで、布を全然着せないのが新書き合わせという塗りです。で、こういう下地もほとんどつけないで上塗り、中塗り上塗りだけやるのが上塗り直しで、ほとんど見えないところをぶっつけ塗りというので今修理してるんですけども、こっちのテータがこっちの、テータは、こっちが新規布着せ、こっちが布着せ地織っていう江戸時代の工法に書いてあったやつで、やっぱり全体麻布を着せるのは同じなんですけども、この塩の名前が本直しと直してついてるのと、こっち江戸時代はついてない。江戸時代は直すっていう感覚なくて、とにかくきれいにしよう、きれいにして洗具しようっていう気持ちがあるので、直しっていう字は使ってないんですけれども、昭和になって、昭和の25年からの大修理ではこの直しっていう字をここに入れてしまったので、多分古文書でこっち見た人は何だか全然分かんないし、こっちもしやめたら今度こっちも70年以上使ってるので、こっちも分かんなくなるので、一応両方並べてこれがこれですよっていうのを紹介したかっただけです。で、このような工程を、どのようにして、どのようなものを使ってやるかということになりますけども、まず、下地とか上塗り中塗りもそうなんですけども、つけるのに木のへらと黒草なんかを竹べらでつけるんですけども、それのために、この袖型小刀っていう小刀を自分らで研いで、でこのヒノキの板をこれで削ってヘラにして、でそれで下地をつけたりすると。で、これが古い塗膜を落とす叩きと前ガンナっていう道具です。で、下地が終わったら漆刷毛っていう漆だけっていうか、漆を塗る独特な刷毛で、毛を漆と糊で固めてた毛を木で挟んで、でそれで、塗る部分だけを切り出して使うと。でこれ、全部毛がこっちまで入っているので、こっちが前の方が傷んだら切って鉛筆みたいに、研ぎ直して使えるっていう
1本あればほぼ一生使えるぐらいの道具なんです。でこういう道具を使えたり、あとはつけたり塗ったりした後に研いだりするので、その道具として、この辺さっきのと一緒なんですけども、その研ぐ道具として今はこの耐水ペーパーとかサンドペーパーっていう、俗に言う紙やすりってやつがあるんですけども、江戸時代はそういうのなくて、この砥石と墨と、これがトクサっていう草で研げるやつですけど、トクサと、あと記録に、サメの皮を使ったっても書いてあるんですよ。でも実際小屋裏からサメの皮が出てきて、本当に使ったんだなっていう証拠が残ってるのと、自分で使ってみてこんな使いにくいものはないと思ったことはあるんですけども、そういうものは確かにあったと。で今は人工の砥石で研いだりはして、今でもやっぱり手仕事でやっています。で刃物との砥石はやっぱりこういう砥石を使ってやってます。で、そのさっきテイタで見てもらった工程を、ちょっと映像で、見てもらうと思うんですけども、これがまず最初のこれを、たまたまなんて言うんだろう、ここが腐ってて取り替えなくちゃならないっていう、その接ぎ木しなくちゃならないってことでそこだけ叩いてる状態なんですけども、叩きっていう状態があって、でそういう叩きと叩かないところをフルトにして、まず木固めをします。木漆に水を入れて、ちょっと前まで20年ぐらい前まではテリピン油っていう溶剤で薄めてたんですけども、テリピン油が冬になるとなかなかこういう古い塗膜の上は乾かない状態があったので、それをなんとかしたいっていうことでいろいろ試してはみたんですけども、古い、使用書の中に木漆に水を入れて固めをやるって書いてあったので、実際それやってみると確かにこういう古いところも乾きがよくて、扱いやすく、仕事はやりづらいんだけど漆としては扱いやすかったので、今でもこれを採用しています。でその後木のこの隙間のあるところとか割れのあるところは黒素っていう、漆と黒素綿っていう綿と、糊と小麦粉と生地粉を入れて、平らにします。で、それが終わった後に、汁引き、先ほど古い塗膜を残してやるっていうので、ここに細かい乳が入ってるので汁引きをやります。でここ、最後に彩色になるんですけど、ここはもっと乳が細かくはっきりと出てたので、ここは麻布を着せてるんですけど、麻布を着せなくてもいいようなところは、汁引きって言って木漆と、綿と糊を入れて、割れを貫入を防ぐような処置をしています。でそんな貫入みたいので抑えきれないところはやはりこの麻布を着せて割れを防ぐようにして、で木割れを防ぐと、その建物も腐らないで残って、今でも400年経っても丈夫な建物になってるところも、土台以外だったらほとんどそんな感じで残っています。で布着せが終わったら目すり地付けをやって、今つけてるのは切子をつけてる状態なんですけども、
下地の中で地の次、中間的な下地が切子付けになって、漆と地の粉ととのこを混ぜて作ったやつをこの木のヘラでつけているのがこの映像で、これが切子付けです。そして、切子付けが終わった後に、最後の下地としては最後の錆付けという、とのこと漆を練ってつけたやつで、下地付けするんですけども、ただ、とのこだけだとすごくトマカンが弱くなりやすいので、それに地の粉を入れて少し粗いとのこの状態にして今つけてるんですけども、なんていうの、錆は弱いっていろんな人に言われるので、何とかして強くしたいなと思って自分でいろいろ古いトマトとか見ながら完成したのが地の粉入れたやつだと思って、すごいことをやったなと思って自慢じゃない、自負してたんです。そして古いトマト見たら、なんで江戸の人もやってんのかっていう、もうなんていうの、俺の頭はまだ江戸だなと思って、そんな感じしたのがこの錆、新しくっていうか昔に戻しただけの錆なんだけど、そういう錆を最後につけて、でそれが終わったら中塗り上塗りをして、それで漆塗りとしては工程はこれで終わりになるんですけども、今赤く塗ってるところにはこれから金箔をするので、塗りとしては終わりだけども漆の工事としてはまだこれから続くところです。で、その中でも漆って今漆の木から取った液が漆なんですけども、それでしかないんですけども、これ今見えてるデータが漆の、黒の部分で、黒って漆に顔料入れて黒くするんじゃなくて、朱とかベンガラは顔料入れて赤くしたり朱色にするんですけど、黒だけは顔料入れるんじゃなくて漆に、鉄分を入れて化学反応させて黒くさせるんですよ。だからこの黒だけは今の化学塗料では絶対できない塗料なんですよ。でその黒漆でも一般的な太さの木と大樹から取った太い古い木が取った漆とやっぱり違うんですよね。やっぱり大樹から取ったやつの方が今回の場合は丈夫っていうかトマカが厚くついて、同じような厚さで塗っても厚くつくという、そういう特徴がある漆だっていうのを分かっています。それで漆塗りがもう終わると次に金箔を使用して、これで最後の仕上がりになるんですけども、この彫りのところとかこういう模様に金箔を押して、今最後の金箔押しのところです。でここも金箔押しなんですけど、ここはこの上から彩色するのでイメージがガラッと変わります。でちょっと余談ですけども、この模型がそろそろ出来上がるそうで、もう一回見に来てください。で金箔の話をちょっとしたいと思うんですけども、これ完成期の時の金箔なんですけども、もう寛永の時は三寸二分っていう金箔で、それを押したんですけど、この完成の時は三寸四分で、この時の記録でいうとあまりこの細かいこと全部読んでも意味がちょっと通じないかもしれないので、まず金箔を作るのに今はズミという金と銀と銅の合金を薄く伸ばして、それをどんどん伸ばしていって金箔にするんですけれども、どうもこの時は生のヤスリの粉が金だよっていうことがあるので、ヤスリで削った
ものを叩いて金箔にしてたようです。でその、寸法もちょっと違うんですけども、完成の後3寸4分で今3寸6分の大きさになってるんですけども、今の金箔が100枚で 2g にしてもらってるんですよ。でもこの時のやつは100枚で 1.35g ぐらいなんですよ。それが3寸5分の箔で、3寸4分の箔でも 1.8g で、今の 2g よりはかなり薄い箔みたいなんですよ。でこの箔を打ってほしいっていう希望もあるらしいんですけども、今の技術と今の紙ではどうも打てないらしくて、これ専用の紙を作んないとその金箔も作れないっていうことで、その金箔を打つための紙が、この辺っていうか私知んないんだけど、この兵庫県っていうかな、ラジオっていうところがあるらしいんですけども、そこで唯一一人が作ってるらしくて、その人が作らなくなると金箔も作れなくなるのかなっていう、そういう状況になっているようです。で今ここに見える金箔とこの金箔が実はその今の純金っていうか今の使ってる珊瑚色の純度95% の金じゃなくて、この漢世紀あたりのちょっと前から、元禄あたりから幕府も金がなくなるので、元禄黒板って安いやつできたと思うんですよ。で頃の比率に金箔を戻して作ったのがこの「焦げる箔」って書いてる小箔っていう自分ら読んでるんですけども、そういう箔でどうも工事をやったみたいだと。で誰も疑っても何とも見なかったんですけど、古い塗膜の中から出てきたやつとサンプルに作った小箔を比べるとほとんど同じで、これは東夷材式の下の金箔なんですけども、上に模様を描くとほとんど今の金箔でやっても違和感がないように見えるので、江戸時代の役人はうまいこと考えたなと個人的には思って、これをちょっとまとめたのがこの数字で、これは今説明したのと同じです。生のヤスリの金だっていうのと、あともう一つ、替えの時は多分伏見で作ってたと思うんですけど、金箔は。でも江戸時代を通じて、金箔を作れるところが、幕府が管理してたので、修理する時も幕府から渡されるんですよ、金箔を。それなので、勝手には買えないし、渡し物として渡されるんじゃなくて渡し物として買わされる。で買ったやつを修理で使うという。だって年貢で幕府もらっても金箔で食えないから、やっぱりそれで金にしてという形で、多分漆もそんな感じで渡し物として買わされてって言い方おかしいけど、買って修理はしていったようです。で金箔は、伏見と駿府と江戸と、あとは会津がなんだっけ二代将軍の兄貴か養子に行ったところのせいか、磐梯山から金が取れたからか分かんないんだけど、会津が許可を受けたのと、あと仙台は結構修理の時手伝いって言われて、手伝うっていうのはお金出して手伝うっていうことなので、伊達さんもえらい苦労したので、それで許可もらったことかもしれないけど、この5箇所で江戸時代は金箔を作れたと。ちなみにだから金沢では江戸時代はどうも作ってなかったようです。で、金箔が終わって今度漆にもまた戻るんですけども、これが大日本武尊
絵図ってやつの絵を見るとこんな感じで江戸時代は木から取ったりあと枝から取ったりしながら漆を描いていたようです。でそのようなやり方が今でもこうやって漆を描いているとか、漆に傷つけると漆の息が出てきて、で何回もこの木を一日に1回取ってもすぐこういうふうにまた出てくるので3回ぐらい同じ木から取りながら漆を取るんですけども、で日光でも平成19年2007年から日本産 100% に戻して修理してるんですけども、その理由が、なんで日本産にするのかっていうと、この職人さん方がもううちらが漆買わないといなくなるんですよ。もう売れないからもう当然書かないって、自分の子供にはやらせないし孫にはやらせないって言ってるぐらいのが普通なので、そういう人がいなくなるので、その人を育てたいっていうのが一つと、もう一つ漆がどんどん間違って取れたとして日本産ダブツくんぐらい取れたよっていう時に日本産漆を使える人がいなくなったらやっぱり無用な長物になっちゃうので、私がまだ日本産漆使ったことのある分類の中の一人だったので、自分ができるうちはなんていうの後輩も育てたいっていうことがあって、その2007年に 100% に切り替えるんですけども、その理由がその2つと、もう一つは文化庁も漆の木がなくなるとやっぱり文化財の修理できないっていうんで、文化財ふるさとの森っていう事業を始めたので、じゃあその漆も使おう。でそうやって使っていけば、日本の漆産業っていうのはもうちょっともう昔に戻ったような感じになるのかなっていうことを期待して日光では日本産 100% を使い始めたんです。で今は普通に下村元下村文部大臣が日本の文化財は日本の漆で修理しましょうってなったから今普通に使ってるんですけども、私が使ってた頃は四季総称だ、漆がないのになんで日本産使うんだって。で漆の扱ってないお店でも漆がない、その漆の扱ってない漆屋さんに日本産くれって言ったら、いやうちは日本産なんて扱ってないからないんですよ。だけどその理由がこの喋ってるこの人が全部買い占めたんだって、それだからないんだよってなんか変なこと言ってるんですよ。でも実際書く人いなくて、日光で使う漆も最初の頃はなかったんですよ。使える分が1年間使える分なくて、3年前に取って売れ残ったやつを使ったりしながら、ようやく下村文部大臣が言ってくれたおかげでどんどん生産もできるようになって今使える状態になってるということになります。でそれで、さっき太い木と細い木ってあったんですけれども、この人は山形の人で太い木からだけ取ってる人なんですよ。でこの人の漆かきを見に行った時に、そこで気づいたのが、この傷つけたところの最初の一滴は貴重だと思ってここに取っておいてあるんですよ。で2回3回って通り回ってますよね。それをここにまとめて混ぜてこのまま置いたんですよ。でこれを車の中に、これ和紙のに取ったんですけども、なんていうの、取ったものを車の中に入れて次の日の朝家へ帰る時に、ホテルが出てきてね、帰る時に昨日の漆どうなったんだろうって見たら、これが全然乾いてないんです。でこっちは乾いたんです。同じ木から取ったんですよ。で取り方によって同じ木から取っても乾きのいいのと悪いのとできるっ
っていうのをこの時気がついたんですけども、これを先ほどの漆かきの人に聞いたらその通りだったんですよ。でどうもそれは秘伝だから言わないでくれって。でも私漆かきじゃないから秘伝じゃないので言ってきますけども、まあ、そんな書き方をすれば乾きのいい漆にもなる、同じ漆でもなるっていうことです。でそれ違うこっちで、まあ、浄法寺の人から買った漆を全部今こういうふうにサンプル取って比べてるんですけども、まあ、この中に精製も入ってるんですけど、この広く伸びていく漆がありますよね。こう伸びない漆もあると思うんですけど、こう伸びて皮膜がつかない漆は実際塗ってみても、こう精製して塗ってみても、プロが精製して塗ってみてもやっぱり皮膜のつかない漆になってるんですよ。でこういうふうにあまりにじまない漆はやはり精製してもらって普通に塗って普通の塗膜になるっていう。だからなんていうの、同じ漆でも描く人によってか、もしくは描く人の漆の木によってかも分かんないんですけども、人によってこれ描く人ごとのサンプルなんですけども、そういうふうな漆になってしまうと。建造物のやってる人みたいに何人、10人単位とかそれぐらいの人からいろんな漆買える人はいいんですけども、例えば漆器やってる人がこの人からやっぱり20キロぐらい、一桶に20キロぐらい入ってる時あるので、20キロ買ってこれで塗って膜がつかないってなったら日本産使えないってやっぱりなるんですよ。その辺をちょっと漆描く人も気をつけて皮膜になるいい漆を作ってほしいと思います。で、さっきの大木から取った漆のから取った漆を精製して塗ったのがこの場所になるんですけども、ここものすごく環境悪くてあんまり良くない場所だったんですけども、今時だから湿気のある時はこのビニールで囲った中で除湿機をかけて湿度を取って塗ったりすればもうきれいに塗れるんで、こんな風にして、塗れるっていう、ことに今気づいたので、そういう風に今しているところです。でこんなやり方をしながら日光には110頭の建造物があるんですよ。でこれらをほぼ 100% 漆で塗って風雨から身を守ってっていうか建物を守って現在に至っているのが、漆塗りなんですよ。でもすごいと思わないですか？でも評価されないんですよこれが漆って言われるんですよ本当に。これが自分がこの道に入った時の漆の評価だったので、それが悪いとは思ってなかったんです。自分としてはちやほやされない方が個人的には好きなのでそういうふうに言われると自分としては燃えてくるんだけども、そういうこの地味ななんていうの仕事もやっと最近さっきユネスコで世界遺産になったっていう選定の前も日光の場合は彩色が最初に選定されて、それから漆なんですよ。漆もほとんど選定する前の年までもう絶対ありませんってもう言われたぐらいにも
悪く言えば虐げられていたような仕事を、こう続けてきたら個人選定までなったっていう状況になって、日光の建物すごいなと思うでしょ。だけどそうではないんですよ。その上にさらにこの彩色をして、で飾り金具をつけて、でこの状態を見ると豪華絢爛な建物だな日光はって言われるんですよ。そうすると漆どこ行ったのって言われる漆の説明してもどこに塗ってあるのって言われるぐらい、それほど目立たなくなってくるのが漆なんですよ。でも今回漆以外に彩色もって言われたので、私漆しかやんないのと、あとたまに恥をかいて絵馬を描いたりしてるんだけども、それぐらいの彩色の知識しかないんですけども、でも漆の人が見てる彩色っていうような形でちょっと彩色の話を始めたいと思います。あれ、時間大丈夫かな。20分ぐらいしかないのかな。30分ないのかな。もう時間、はい、あと15分くらい。それで、彩色なんですけども、ちょっとこのデータ見てもらっても分かるようにほぼ漆なんですよ、下地が。でいいとこだけかすめてね、彩色が。でこっちが置き上げ彩色で平彩色、これが池彩色、これが、金箔平彩色で、これが投影彩色なんです。でこれが置き上げの模様を残すやつと、こういう部分的に修理するやつ、これを金具のなんかテイトが隣にあったから写真撮った時なんです。ちょっとこの投影彩色で白くなってるところは、これ沖縄の伝統の名所かなんかに持ってったら気候が違うので油が戻ったみたいで紙がくっついてしまったやつなんですよ。でそういうものが彩色で、この写真は平彩色今やってるところで、ここは置き上げです。でこれは置き上げやってるところなんですけども、対象の使用書を見るとあまり細かいことを言ってもあれかと思うんですけど、一応型紙で取って型刷りをするか置き目をして、で細い線は2辺、太い線は3辺以上であって、でその次が仕上がった天狗帳かもしくは吉野紙をこのわらびのりで貼り付けるって書いてあるんです。でその後すり漆をして革箔を押して仕上げるって書いてあるのが大正の時の置き上げで、平彩色も獅子色を2回塗って5分塗って、で型紙で模様の間を決めとったり型刷りしたりして金箔革箔を押して、で5分1回塗って上色に合わせた下塗りやって、で上色は2回塗るというのが大正の時代の仕様だったみたいなんですけども、でもその下はやってるのは漆で研いで下味をして、この漆で下味をしてね、で金箔も漆で押して、このやり方を多分今度の9月に実演に来ると思うんですね。こんな感じに
金箔を押して、ここは平座式やるので金箔を押してないんですけど、こういうふうに塗り分けたりしながら、今これ東照宮の陽明門の彫刻なんですけども、ここは平座式なので切り子下地で終わって、ここが漆の箔下塗って金箔を全部押すんです。これ全面押すんですよ。すごく綺麗になると思うでしょ。ところが仕上がるとこうなって、漆何やってたのって、どこやったのって、金箔これしか見えないんじゃないって、このね筋しか、これが漆の仕事なんですよ。ただこの絵の具ってにかわなので、やっぱり雨とかそういうのに弱いから風化したりしてどんどん落ちるんですよ。そうそう、落ちると下から金箔が出てきて、そんなに古くならないなっていう感じのものになるので、そこでやっと漆が表に出られるという嬉しいんかな情けないんか分かんないんですが、そういうものになります。これも同じように彫刻を全面に金箔を押して、その上から彩色やってる最中なんですけども、それが完成するともうこうなって、ね、どこ行ったって、漆どこ行ったっていうような感じになるのが、これが池彩式です。で次も同じなんですけども、今金箔ここから押し始まって、ここ全部押すんですけども、で仕上がるとやっぱりこうなって、どこっていうふうになってしまうのが今日光の豪華絢爛な建造物になるんですけども、ちょっともう一回戻って、これ元和の時の建物なんですけども、その時は漆下地してなくて彩色だけしてあったみたいなんですよね。で、寛永の造営を見ると、本殿とか拝殿とかこういう重要な建物には、よく日光の建物は金花が塗ってるっていう話聞くと思うんですけども、うねめ長男、これ単位ですけども、長男と次男の襲名と三男の右京とが来てて、この辺ずっと加納っていう人がいるんだけどもそれ陽明門にちょっと下へ下がるとお絵描きさんっていうのになるんですよ。御絵描きだけどお絵描きさん、御絵描きが描いて、でいろんな人がいるんだけども、ただ長谷川宗博っていうのが一箇所あって、この人に金払ったっていう記録があるので、この人が中野倉の元和5年の建物に塗りに来てたみたいで、あと馬屋さんが加納派じゃなくて、加納派違う、加納を名乗ってない谷口さんが彩色してるっていう、こういう記録があります。で、絵方本と見るとこのような仕様の名前が出てまして、で一番最新の時に見たテイタと名前がちょっと違う形にはなってるけど、物は一緒です。でもう一回完成に戻ると、今度これが完成の塗膜で、漆の上に中泥下地って今漆の上に、油性の漆だから油性の塗料にこの水性の絵の具で塗るのにやっぱり密着が多分悪かったと思うんですよね。でそれで中泥下地っていうのを、これが真鍮と白力を入れて、漆とにかわ、これにかわの上に金箔を押すんですけども、そのにかわの絵の具が食いつくようにやる中泥下地っていうのは江戸時代から明治ぐらいまでありました。でこれがですね、
写真で言うと今見せたやつなんで、本物はここにあるんですよ。これちょっと回してもらうとまずいので、見るのはいいんだけどこれなくなると困るんですよ。これもう撮れないんで、この塗膜にこの中泥が中泥があるというものです。これが組み立て前でなければなんて塗れないんじゃないかなっていう部材の中の一つです。でこれが火炎の模様かなっていうことで載せてるんですけど、あともう一つ黒漆の上に金箔をしてあるので、寛永か女王かその辺の塗りだっていうのはこれで分かるんですけども、で、そんなものであってもなんていうの、最初の当初の塗りがそのまま残ってるわけでもなくて、その都度なんていうの、そのいろんな、役人さんっていうかが考えたかどうかわかんないんですけども、例えばこの部材だとこの頭抜きっていう部材なんですけども、これの中の大体中間にこの模様の先端が来るように書いてあるんですよ。でここに別の部材がついて、これは今回の修理するまで現れてこなかった部材なんですけども、今の模様の中心ここなんですよ。だからここに扉つくんですけど、扉の上に隙間があって、そこから見えるところに中心が来るようにして、こういう模様を描いたりしているのが結構あるんですけども、彩色を落としたりするとあんまり分かんないので、あれなんですけどもただ模様が変わるのは、このような感じだけじゃなくて、これとこれ同じ部材なんですよ。現在はこっちの模様で描いてあるんですけども、寛永の時の模様はこれだったんです。でこっちの方は、漆で金箔をした上ににかわで模様を描いてるんですけど、こっちは金箔をした上に油で描いてる、今灯油彩色って言ってるやつで、江戸時代は灯油蒔絵とか言ってて、明治になると三田彩色とか言ったりするやつです。全部一緒で、こっちが絵の具、にかわの絵の具で、こっちが油の絵の具って、あと、さっきのものと一緒なんですけど、ここが変わったのと、あと金箔も変わったりして模様も変えたりしながらしているっていう変遷はあります。で、なんで中泥下地があって、なんで中泥下地がなくなったかは本当のことは私には分かりませんけども、ただその油性の漆の上に塗ったやつの上に、にかわの絵の具がつかないから多分塗ったんだろうと思ってはいるんですけども、その中で、真鍮1に対して米黒3の割合で混ぜたのが中泥下地で、その中泥の真鍮のやつは真鍮の粉であるって書いてあるので、真鍮の粉に、ここ奈良六章って書いてあるんですけども、奈良六章は江戸中期ぐらいだと思うんですよ、できたのが。でそれがある時に使ってたみたいで、これが明治になると作んなくなるので、明治では使ってたみたいだけど、その後もなくなってくるということになります。で彩色の中の今タングって言ってる獅子色、肉色って書く獅子色なんですけども、こういう下塗りがあって、比率も書いてあるんですよ。でちょっとこれだと今の人は分かりにくいんで、水に例えると、水を1に例えると、水1号に対して
に皮が 11.25g と5分と単方向のぎ混ぜると。でこの比率は、水1合に対して1000本に皮だと1本ぐらいがこの比率です。でちょっとこういう古い本読んで訳してはみたものの、何書いてあるか全然意味が通じないって、水に皮って何なんだよみたいな、例えば生乾きその上に45辺置き上げって、なんで生乾きのように置き上げするんだって、ちょっと今やってる人に聞いても何だろうっていうので、ちょっとこの辺ちょっとありましたよっていうだけの話になってしまうんですけども、あと先ほど見た玉垣の亀甲模様なんかももともと灯油巻きって言ってて、それが今密題になって、ここで言いたかったのはこの密題、絵の具は藍緑朱五分唐の土って、この字の唐の土じゃなくて唐の土って書く、多分白土だと思うんですよ。でそれに密題を入れて作るのがこの灯油蒔絵で、今言う密題がこれに当たるんだと思うんですけど、そして、あと明治の生産書を見るともうやっぱり中手を塗って、でこれをまとめると、まず地固めで中手を塗って獅子色を塗って、で花頭窓なので、この字はこの人の当て字なんですけど、花頭窓なので6章なんですよ、仕上げが。でその時の中塗りは黄葉と藍と五分を混ぜて白録を作って、その上に6章を塗るというようなのがこの明治の使用書から見えます。でこれが、先ほども見た東寺材式の、明治の時の仕上げなんですけど、これサンプルで撮ってあるので明治号を修理してないやつの写真ですけども、それの断層を見るとこれぐらいの塗膜がありまして、それを細かくしたのがこれで、17回の修理塗膜がこの中にあるっていうことで、一番下の塗膜は簡易のものでいいんだろうっていうものです。そして、中手下地の他に黄土は泥絵の具なので普通の絵の具にしか見えないんです。これ岩絵の具はちょっとザラザラしている絵の具になって、朱はもうこれも泥絵の具と同じような感じの絵の具になるんですけども、この六章とか群青はもうザラザラして見るからに分かるんですけども、でこの漆の上に中手下地を塗って次彩色絵を仕上げるっていう方法は江戸時代やってました。それでちょっとマクロで写真撮るとこんなざらつきが見えるんですけども、それをさらに拡大してみるとこんな絵の具になって、これを200倍ぐらいの見るとこんなすごく豪華な、これだけでも豪華絢爛だと思うんですけども、こんな豪華な絵の具を使って、仕上げます。そして、群青も同じようにマクロで見るとこんな感じのやつで、もうちょっと倍率上げるとこんななんていうの、
豪華絢爛というかな顔料を塗るようになってるので、彩色自体が豪華絢爛なんですけども、素材そのものが豪華絢爛なんですよね。だからこのいい素材をやっぱり生かして、やっぱこれからも修理していかなくちゃならないんじゃないかなと、年寄りはそう思ってるけども、若い人はどう思ってるかちょっと分かんないんだけども、ちくりちくりとその辺は言っていきたいなと。豪華絢爛なのはあんた方じゃないよみたいな、素材がいいんだよ、その素材生かさないでどうするんだよっていうのがこれからのやっぱり勉強の課題になると思うんですよ。こういう熱い思いをしながら、私はもう漆にすっかりかぶれて漆を愛して、半世紀過ぎてもう50年過ぎちゃったので、それでかぶれるように彩色の人も絵の具にかぶれて豪華絢爛な建造物をずっと維持してもらいたいと思って私のなんていうの説明を終わりにしたいと思います。皆様でした。